はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は Steam で2022年2月上旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきます。さあ2022年も一月が過ぎてビッグタイトルがリリースされてきます。2月はダイイングライト2とエルデンリングが大注目となっています。この2作品はゲームトレーラーを見るだけでもテンションすごく上がります。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報などを簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめにソーラージーン。2022年2月1日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は540人。宇宙コロニー建設シミュレーション。月や火星、木星など太陽系の惑星に宇宙コロニーを建設し、様々な資源を採掘して地球と交易を行い新技術を研究していく一般的な宇宙コロニーシムのような感じですが、本作は人類が他の惑星に足を踏み入れる過程をリアルに表現したということで、現実に基づいてシミュレートされた宇宙船の飛行経路や太陽系の惑星の動きなどが再現されており、宇宙船の目的地、出発日、飛行に消費する燃料の割合などもプレイヤー自身が決めていくといった内容です。ゲームトレーラーを見た感じでも建築要素がメインに映し出され、人類の宇宙進出シミュレーターを兼ね備えたコロニーシムって感じでしょうか。ソーラージーンは2022年2月1日リリース予定日本語対応の作品です。100年王国。2022年2月3日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は470人。100年で世界を作るシミュレーション。プレイヤーは創造主である各世界の神話の女神、神託の巫女となって100年100ターンの間に建築や開拓を行い様々な世界を作り文明を築いていきます。ゲームはシンプルなリソース管理ゲームで、食料、生産といった資源で建物を建てたりアップグレードすることで1ターン経過し、資源の生産と消費のバランスをよく考えて100ターンの間にできるだけ世界を発展させていくゲーム内容。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。100年王国は2022年2月3日リリース予定日本語対応の作品です。OS メモリーズ。2022年2月4日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は10人です。見てはいけないものは見たくなる短編謎解きアドベンチャー。プレイヤーは人気ゲーム開発者アンディに部屋を貸している家主となって、彼の身に起きた出来事の真実を探っていきます。好奇心を抑えられずに彼の古いコンピューターに保存されているメッセージや思い出、メモなどを見てアンディの人生を追体験していきます。一体アンディには何があったのか。OS メモリーズは2022年2月4日リリース予定日本語対応の作品です。ダイイングライト2ステイヒューマン。2022年2月5日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は27万7000人。ポストアポカリプスの世界で高難易度ゾンビサバイバル。前作ダイイングライトから20年が経過した世界。自らの過去の謎を探るべく放浪する主人公エイデン・カルドウェルが人類最後の砦となる都市シティと3つの勢力をめぐる物語が展開していきます。秩序と規律を重んじるピースキーパー、一般市民で構成されたサバイバー、同族集団レネゲイド。この3つの勢力に加担していくことで周辺エリアの勢力支配権が変わり、物語が変わっていくだけではなく、移動に便利なジップラインやトラップなどが設置され、フィールド構造も変わっていきます。本作はゾンビサバイバルとパルクールアクションが特徴の作品で、街中を爽快なアクションを駆使して走り回り、探索して素材を集め武器やアイテムを作成してゾンビと戦っていきます。また戦闘とパルクールには2つのスキルレベルが用意されており、それぞれに対応したアクションを使用することでスキルレベルが上がり、新たなスキルを習得していくことができます。パルクールアクションや戦闘などの要素は大幅な改善と新しいアクションを多数追加。マップエリアは前作の4倍のサイズに拡張され、予想プレイ時間は約100時間と大ボリューム。ダイイングライト2ステイヒューマンは2022年2月5日リリース予定日本語対応の作品です。モデルビルダー。2022年2月8日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は5300人。プラモデル作成シミュレーター。一人称視点で展開する本作は、たくさんのプラモデルの中から一つを選び、
設計図を見ながらパーツを切り離し、組み立ててペイントしてシールを貼ってプラモデル作りを体験できるゲームです。多少の物語もありそうで、祖父であるスタンの業績をたどり、過去の秘密を解き明かし、一人前の模型工を目指すといった物語。プラモデル作りの知識はありませんが、制作に使用する道具も本格的とのこと。爪切りはなさそうです。モデルビルダーは2022年2月8日リリース予定、日本語対応の作品です。ゾーヤセレスティアンシスターズ、2022年2月8日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は196人。女神の姉妹を描いた協力型パズルゲーム。地上に取り残された夜の女神アイスが太陽の女神である姉ソルベイグに助けを借りながら空への帰り道を探すパズルアドベンチャー。本作は2人協力プレイでそれぞれ異なる特徴があるアイスとソルベイグを操作してパズルをクリアしていきます。夜の女神アイスは風の力で敵を吹き飛ばしたりパズルのギミックを操作することができますが、日光に当たれば消滅してしまいます。太陽の女神ソルベイグは太陽エネルギーで敵を倒したりパズルのギミックを操作することができ、時間を操り影を動かしてアイスに新しい道を作ってあげることができます。2人で協力して姉妹を再会させてあげましょう。ゾーヤザ・セレスティアル・シスターズは2022年2月8日リリース予定、日本語対応の作品です。オリオリワールド、2020年2月9日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は1380人。価格は3300円。プレイするにはコントローラーが必要です。型破りなスケートボードアクションゲーム。多彩なキャラクターたちがスケートボードで鮮やかで活気に満ちたラドランディアの世界を駆け抜ける横スクロールのスケートボードアクション。舞台となるラドランディアはビーチ、森林、砂漠など様々なロケーションで構成されており、そこに住むちょっと変わったキャラクターたちと出会いながら謎に満ちたスケートの神々を探してナルバーナへの道を切り開いていくといった物語。グラインド、フリップ、ボールランなど動作アクションの組み合わせ100種類以上。また世界中のライバルを相手に最高スコアを競い合うこともできるみたいです。オリオリワールドは2022年2月9日リリース予定、日本語対応の作品です。ブラックボーダー、2022年2月10日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は210人。入国審査アドベンチャー。プレイヤーは架空国家アラナの入国審査官を命じられ、他国からの入国者の書類をチェックし、入国させるのか拒否するのか仕分けしていく某有名入国審査ゲームとよく似た内容です。やってくる入国者の中には書類不備だけではなく、テロリスト、指名手配犯、密輸業者など国家に危害を加えようと企んでいるものも紛れているので適切に対処しなければなりません。給料は完全歩合制で仕分けした人数によりもらえる金額は上がりますが、多くはない給料から家賃、食費、光熱費を払い家族を養っていくといったところまで某ゲームとよく似た作品です。本作は大丈夫かと心配になりますが、こういったアドベンチャーは個人的には好きです。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。ブラックボーダーは2022年2月10日リリース予定、日本語対応の作品です。森久城物語、2022年2月10日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は690人。日本を舞台にしたデッキ構築のローグライク。ゲームシステムはスレイザースパイアのようにそれぞれに独特な特性を持った4人のキャラクターを選択して最終地点にいるボス討伐を目指しマップを進み、その道中で手に入るカードを取捨選択してうまくデッキを構築していくといったゲームです。本作はデッキを強化していくだけではなく、天賦といったアビリティを解放することでキャラクターを強化できたりと、デッキ構成によってどの天賦を習得するかもポイントになります。戦国武将の英霊が宿った霊気と呼ばれるスキルなんかもあったり、ショップがいつでも利用可能であったりと、スレイザースパイアとはまた違った要素もあるのでやりごたえのあるゲームなどではないでしょうか。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。森久城物語は2022年2月10日リリース予定、日本語対応の作品です。ライズ・オブ・ザ・サード・パワー、2022年2月10日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は1350人。大ボリュームのレトロ風 RPG。昔のレトロなグラフィックに現代のゲームの長所と日本と西洋のデザインを掛け合わせた作品です。ストーリー重視のゲーム作りになっており、メインストーリーの想定時間は35時間を超えるとのこと。
物語の背景は1930年代後期のヨーロッパの政治情勢をベースに作られた大航海時代真っ只中のリンの世界。それぞれに過去の背景や野望を持ったユニークなキャラクターから8人のパーティーを組んで戦争の阻止とアーカーダヤ帝国打倒のために冒険に挑むといった物語。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。ライズ・オブ・ザ・サード・パワーは2022年2月10日リリース予定日本語対応の作品です。ラスト・フロム・ビヨンド M エディション2022年2月11日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は1580人。エロティックサイコホラーアドベンチャー。ラブクラフトやギーガーなどに触発され、オカルトとエロティックをテーマにしたサイコロジカルホラー。欲望と魅惑と恐怖に満ちたリアルな世界への扉が開かれます。前作ラストフロムビヨンドでは悪夢に悩まされる主人公ビクター・ホロウェイとカルト教団にまつわる物語が展開し、本作では新たなシナリオとしてカルト教団員の視点で物語が展開していきます。エロスを崇拝する怪しげな教団の中に迷い込んでしまったビクター。満たされぬ欲望の行き着く先は一体どこなのか。不気味で妖艶なアンティークな洋館、そしてビクトリア朝の美しいデザインや奇妙な造形物が臨場感を一層際立たせ、プレイヤーの恐怖とエクスタシーを一気に盛り上げてくれます。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。ラストフロムビヨンド M エディションは2022年2月11日リリース予定日本語対応の作品です。はい、ここからは日本語未対応の作品の紹介です。レターズ来店アドベンチャー2022年2月10日リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は860人。言葉を使って物語を進めるパズルアドベンチャー。主人公は内気な少女サラ。プレイヤーは手紙やチャットのメッセージを通して彼女の人生を体験していくことになります。ゲームは小さくなったサラを操作して手紙やチャットのメッセージを動かしたり入れ替えたりすることでこれからの彼女の人生が変化していきます。時には彼女の人生を左右することもあるので正しい言葉で彼女を導いてあげましょう。自分の居場所探しをテーマに時には愉快で時には泣ける物語が展開。言葉の選択とサラの成長とともに服装や容姿が変わっていくところもユニークでいろんな人生が楽しめそうです。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。レターズ来店アドベンチャーは2022年2月10日リリース予定日本語未対応の作品です。キングダム・オブ・ザ・デッド2022年2月11日リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は2040人。ペンとインクで描かれた一人称視点のホラーシューター。1867年南北戦争後のアメリカが舞台。プレイヤーは教授から陸軍大将となり、邪神ですとその軍勢を討伐することを目的とした政府の極秘プロジェクトゲートキーパーのエージェントチェンバレンとなってアメリカ東海岸の8つの地域を探索し死の門を閉じなければなりません。剣、ピストル、ショットガンなど8種類の武器と22体以上のアンデッドやボスが登場。モノトーンのペン画デザインによって描かれた色彩のない荒涼とした世界が印象的な作品。キングダム・オブ・ザ・デッドは2022年2月11日リリース予定日本語未対応の作品です。Not Tonight 2 2022年2月12日リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は1560人。崩壊したアメリカを旅するロードトリップ RPG。資本主義と政治的欲望にまみれアメリカンドリームを消え失せたアメリカが舞台。物語は主人公のエドワルドが国家に対するデモ活動に参加し移民局によって逮捕された3人の友人を助け出すためにアメリカ中を奔走する物語。逮捕された3人は強制送還が迫っており、エドワルドは期限までに彼らの身分を証明する書類を集めなければならず、時間に追われながらも難しい選択を迫られる状況においても決断していかなければなりません。Not Tonight 2は2022年2月12日リリース予定日本語未対応の作品です。はい、今回は Steam で2022年2月上旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきました。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報などを簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆さん明日も良い一日になりますように次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。